話聞いていて立場がすごく似ていて、はい、私も35歳独身で結婚できないんじゃなくてしないんですっていうタイプなんですよ。そっちなんですか？はい、全くその孤独という価値観がわからない。自分でお金稼いで外飲みに行っていろんな人と会話すれば幸せだし、だからすごく気持ちわかりますよ。でも彼女は欲しいって思うんですか？思いますけど、先ほどのなんか沼るぐらい好きにならなきゃいけないのと思って逆にプレッシャーを感じちゃいます。脳で考えることじゃないんですよ、はい、気がついたらもう事故と一緒ですよ。気がついたらドーンってなってる感じ。ロケの時でもロケ車戻るたびになんかこう連絡してるかどうかってなるんですよ。そういう時って恋愛なるでしょ？なりますね。ミリちゃんもなったことあるやろ？なったことあるけど私それで嫌になったタイプですね。どういうこと？自分がそれで精神的におかしくなっちゃったんで。好きになりすぎて。そうとか、そういうのに裏切られたりした時にひどい、鬱とかになったりしたんで、もう嫌だなっていう。もうお腹いっぱいやと。もういいなっていう、その沼るまでいかなくていいなっていう感じなんで、だからそれこそ結婚も別にあんまいいかなみたいな。わあ、でもそれ寂しい流れやな。でも幸せな方はそれ寂しいとおっしゃいますけど、どうなんでしょう、エイジさん、なんかその恋愛が面倒くさいと思うような気持ちもわからんでもないってとこあります？例えば自分も木本さんと一緒で結構沼っちゃう。もう最初それこそ付き合いたての時は仕事を本当にほぼしなくて、もうどれぐらいしなかったのかわからないぐらいしなかったんですよ。俺は仕事してたよ。僕はなんですけど、手つかへん感じね。もう連絡来たら嬉しいし、なんか相手のストーリーとか見て誰と遊んでんだろうってちょっと気持ち悪いタイプなんですけど、そこから急になんか冷めではないんですけど、ちょっと安定してきて未来を見据えるようになった時に、稼がなきゃってなって元の給料の2倍以上は稼げるようになったんですけど、だから守るものが増えると僕は給与とか上がるタイプなので、さっきなんかタイムパフォーマンスはなんかコスパが2倍かかるとか言ってたんですけど、僕は逆に収入が2倍にもなるので、なんか別に結婚していいなって。でもたまに喧嘩して面倒って思う時ありますけどね。でもそれって結婚じゃなくてもいいなと私思っちゃって。それは確かにいいと思います。私今、家に犬猫合わせて6匹いるんですけど、いるんですけど、その子たちのために稼がなきゃってなるんで、そっちでもいいよねって思っちゃう。そう、いろんな形がありますから、石原さん。結婚したくないっていう理由の一つに、さっきSNS とかで女性の嫌なところって結構見える時が多くて、そういうのが嫌だっていう人は近くにいっぱいいるので、だから結婚したくないっていうのもあって。それは可愛いって思えるぐらい好きな人に出会えれば大丈夫だと思いますよ。今まで面倒くさかったなとか思う部分も、この人なら許せるかみたいな、そこが本当に好きだったっていうサインだと思うんで、僕の中で。結構なんかびっくりするぐらい罵詈雑言吐いてる彼女さんとかいません？いますね。はい。本当に付き合ってるんだよねみたいな。付き合ってるからこんなに冷たいことあえて言っちゃうの、構ってほしいからみたいな。もうなんかいなくなればいいのにとか、なんかよくわからないんですよね、その駆け引きの基準みたいなものが。そういった面倒くささありますよね。あります。めちゃくちゃありますね。だから本当のその人がわからないっていうか、 SNS のその人が本当なのか、直接会ってる時のその人が本当なのか全くわからないので、この人謎だなと思って。それだったら SNS やってない人を選べばいいんじゃないですか？そんな人います？でもなんかやってなくてもやってても本心はそう思ってるんじゃないかってビクビクしちゃう。なんか収入で他の彼氏となんかマウント取ってるんじゃないの？本当に相手と通じ合えてればそれは幸せ以外の何物でもないので、そこを経験してるかしてないかだと思うんですよね。多分乗り越えるに至んないですよ、めんどくさくて本当に。そうなんですよ、めんどくさい。そうめんどくさいんですよ。今はそれでもいいかもしれないですけど、本当にそれでずっと生きますかって思うんですよ。将来30歳40歳になった時考えてみてください。ミリちゃんもさんずっと喧嘩するぐらいだったらもう一回喧嘩して別れた方がいいですよね。バイバイって感じ。私は、結婚は人生の墓場だって言われるように僕はそう思ってて、もう結婚したら終わりだなと思ってて。そこまで、結構みんな不倫とかするじゃん。じゃあいらねえと思っちゃう。いや不倫すっごくしてるじゃないですか、周りで。本当になんかびっくりするんですよ。そんな不倫どの界隈と一緒にいるんですか？そんな不倫みんなしてる。特にこの業界いたらニュースで読むときに不倫してると思って、あんなに優しそうな人がみたいなびっくりします。結構女性目線で喋ってません？いやでも姉が、私5人兄弟の末っ子なんですよ。で姉たちの様子見てると、女性って裏でこんな感じなんだとか、結構奔放に。そういうタイプの人多いですよね。
女兄弟が多い人ははいこうなんか本性見てるからちょっと恋愛怖いみたいな人多いですもんね。結構インフルエンサーの方でももう結婚はなんかしなくても幸せっておっしゃってる方もたくさんいるし、なんか先駆者たくさんいるんでそういうのを信じちゃうからダメなんだと思いますよ。信本当に信じちゃう。あんなの適当に言ってるだけじゃないですか、正直。結婚が全てじゃないとか理解もしないで言ってる人たちしかいないじゃないですか、インフルエンサーの方々って。してないくせに言うなと一回も。わからないのに何言ってんのとは思います。不倫するぐらいなら結婚するんだと思いますし、今離婚する人も多いじゃないですか。だから離婚なんかリスクでしかないので、離婚するぐらいなら結婚しない方がいいっていう。正直結婚する前からそれを言ってるのは面白いなと思いますよ。結婚する前から離婚どうせするでしょうとかそういったことを考えてるって傍から見たら滑稽だなと思います。だからシンプルに向いてないから自分でしなくていいやって判断になってるわけであって、それを滑稽っていうのはそっちが滑稽だと思う。知ってる側からしたら結婚って本当にいいものだと思うんです、心から。堀さんは幸せな結婚できた人ってそうです。いう幸せな人で、全員が全員幸せな結婚と思ってるわけではないっていうのは俺は現実としてあるんですよね。はい。でそういう人たちが、後悔してるとかっていう意見も絶対ね、それはいっぱいあるやろうから、はい、結婚って一種類でその一種類が成功とは思わへんから。だから俺は結局お笑い芸人でもピン芸人になってから売れる人と、コンビやったから売れる人っているじゃないですか。結局俺これと一緒で、一人の方が人生バーンって楽しめる人とコンビの方が楽しめる人っていうだけの違いであって、だからタイプが違うから絶対すり合わへんと思う。幸福度で考えた時には絶対結婚してる方が幸福度は高いのは間違いないとは思うんです。でも俺は結婚してて堀さんとチームでいたいっていうのはあんねんけど、幸福度っていう言葉が結構俺の中でと思ってて、データとしてもあるんですよね。40代50代になってからの未婚の方の幸福度と結婚してる方の幸福度で比べたら未婚の方の方が低くなってしまうっていうのはデータとしてもあって、それも体感はしてるので、これからの時代なんて特に結婚して2人で家計を助け合っていく、そういう認識にしていかないと独身の方が楽でいいなんて未来のこと考えられない人たちがどんどん、不幸せじゃないですけどなっていくだけじゃないかなって。実際これ男性の、データとしてあるんですって、その40代50代の未婚の人と既婚の人で幸福度アンケート取ったところ、実際に結婚してる人の方が男性はやっぱり人生中盤から幸せになると。なるほどね。そのアンケートのあれになってモデルんですね。いやでも俺は今何回も言うけど53歳なんですよ。で40の時に仕事もめちゃくちゃ順調で、でお金もなんか結構潤沢に稼げるようになって、でこの仕事面白いな、続けててよかったな、嫁さんにも好きなもん買わしてあげれててっていう幸福度があったのね。はい、昔働かしてその飯で食うてた、借金だらけやった苦労させて、でも俺今こんだけ贅沢させれてんねやっていう幸福度みたいなのあって、幸福度ってなんかそれも一種類で言うてるけど、これねまた年取っていって幸福度の種類とか幸福度の度合いとかもどんどん変化していくんですよ。でそれはどうなっていくかって言ったら、今の生活の中で幸福度ありますって思ってるけど、人間って欲望があるから幸福度を、まだ達成してないのにこの辺に設定しだすのね。ほんでこれをつかみに行きたいからもっと頑張ろうとか、この時期はめっちゃいいの、もっと頑張ろう、いけたと、この幸福度夫婦で勝ち取れたと、最高やと、ほんならこの幸福度もっとつかみに行こうっていう、成功と一緒よね。またつかみに行こう、どんどん目標を上げていくんやんか。ほんで欲望がバーむき出しになってきて、もっと幸福なりたいもっと幸福なりたいって言って俺みたいに投資で失敗すんねん。悲しい。欲望の先がもう再現がないっていうことですよね。何を言いたいかって言ったら、その今幸福度がこうあって高まってっていうなんかもう到達点みたいに言ってるけど、それは到達点じゃなくてどんどん変化していくから。ミリチャムさんも結婚しないですけど今孤独だねって言われたら違いますよね。全くないですね。人生楽しいよっていう感じ楽しいですよね。
それが40代50代になって多くの人たちって自分を必要としてくれる人がそばにいるかどうかくらいしか生きる意味とかって見出せなくなると思うんです。未来を考えてほしいなとは思います。今楽しければそれでいいとかだけじゃなくて、今は楽しいけどもっと楽しい、もっと人生の充実度を上げる方法として結婚を考えてほしいなって思います。エイジさんはなんで結婚考えたんですか？結婚考えた、もうこの人以外いないかなっていう自分の中のあれですかね。将来の孤独とかも考えたんですか？将来のこととかは考えてなかったですね。ただこの人と一緒にいたいって思っただけで、別にこれで今出会えた人と出会えてなくったら一生一人でもいいのかなって思ってたとは思います。別にそこまで家族を持つとかそういうところに重きを置いてるわけではないので、ただ形にするのもまたなんかロマンチックだなみたいな。木本さんがおっしゃった沼る恋愛を今したから、はい、そうですね。その沼る恋愛する前までは別に独身貴族でいいかなと。確かにそうだったかもしれないです。今思い返すと異性の前でそれこそカッコつけるとか一切しなかったですし、もうずっとふざけてだけど今の人に出会ってからなんかちょっと容姿もちゃんと整えるようになったりとか、心の変化は結構ありますね。やっぱり影響力がパートナーからは大きいです。そうです。人生の先輩とか既婚者の方たちに聞いていきたいんですけど、西野さんは今2年ぐらい。そうですね、もう少しで、はい、冬で2年になりますね。結構新婚がいつまでは新婚というのかわからないんですけど、なんかそのラブ期から今に至るまで喧嘩ってどれぐらいありました？でも私は年の差が離れてるんであんま喧嘩本当1年に1回か31歳差婚。そうです、31個離れてるんでそんなぶつかり合うことはないんですけど、喧嘩は1年に1回か2回か、なんか例えば結婚式の前とかなんか大きな行事の前とかにちょっとこう意見がずれて喧嘩とかはありますけど、喧嘩するたびになんかこう仲が深まる感じはあります。なんか今ご妊娠されてますけど、このマタニティブルーとかそういったものでもう会いたくないとか、男性と女性でこうなかなか理解できない、女性の気持ちを理解できない部分はあるとは思うんですけど、そこでもまあちょっとした喧嘩でそれを伝えて、でそれで理解してくれて寄り添ってくれてっていうのはやっぱ一人じゃないっていうのは結構心の支えには。旦那さんちゃんと話し合い応じてくれる？話し合いしてくれます。はい、話し合いしてくれるから多分うまくいってるんだなと思うし、喧嘩しても旦那さんの方から寄り添ってくれるので、仲直りすぐしようとしてくれるので長引くことはない。家事とかでこれやってくれないとか、靴下脱ぎっぱなしとか、すごい些細なこととかでイライラすることないんですか？ありますけど、なんか私はそれ相手に求めすぎるのは良くないかなって思ってて、旦那さんはなんかの綺麗にしたいところと私の綺麗にしたいところの価値観がちょっと違うなって最近気づいたんですけど、その冷蔵庫の手垢をちょっと気にするんですよ。で私からしたらまた開けたらつくから、別にいいじゃんって思うんですけど、またこの手垢がもうあなたはこれ気にならないのと言われるんです。でまるで私の全てが私の手垢みたいな言い方をするんですよ。でも絶対2人の手垢だから気づいた方が拭けばいいじゃないですか。なのにそれはなんか別にいいじゃんと思うんですけど、逆に旦那さんはキッチンのシンクのこの排水口の洗うスポンジとお皿のスポンジを一緒に使うんですよ。で私はそれ汚いと思うんですよ。手垢を気にするぐらいだったらそこを気にしろよって思うんですよ。だからそういうなんか些細な価値観のズレみたいのはあるんですけど、でもなんかそれってやっぱそれぞれ一緒になるまで育ってきた環境が違って、多分山本さんは一人で生きてきた時に多分排水口とお皿を一緒に洗ってたと思うんですよ、同じそれで生きてきたから、急にそれをそこ変えてよとかで喧嘩するのはなんか無駄かなっていうか、その言わないんですか？いや本当にやめてっていう言い方ではなくて、こうしてほしいから変えようかみたいなとか、シンクを洗うのを私がやればいいやとか、なんかその山本さんお風呂の浴槽も洗ったことがないらしくて、その手垢を気にするくせに浴槽を洗わないっていうよくわからないんですけど。話しちゃっていいんですか？いや大丈夫です。で入浴剤とか入れないのもあって、一人っていうのもあって、多分湯船を使いながら手で洗ってるらしくてちょっと汚
鳥肌が立ないですつ。けど、はいで私はまあ親とかにお風呂掃除誰するみたいなので育ったから湯船洗う前はこう洗いたいんですけど、山本さんはでも54年間こう手で洗ってきたから職人じゃん。それを共有するのはストレスかなと思って、向こうははい。今までそれで生きてきた、だから私が洗えばいいやと思っていや、そういうなんか価値観のすり合わせが、はいそもそも面倒くさいからもう結婚するのも面倒くさいってやっぱり話聞いて思っちゃいます。嘘だからなんか私はそれで全てをこう分かってほしいとか、うん全てを共有しようとするからうまくいかなくて、なんか折れて自分がやればいいやっていう風に、だから向こうができないことは私がやって、私が苦手なところは向こうがやればいいやっていう考えになってるから、すごいうまくストレスなくまだ爆発はない。爆発もないですね。そういう我慢とかは絶対あると思うんです、はい。一人一人違うから。でもそういう我慢よりも40歳過ぎてからずっと孤独だっていう方がよっぽど辛くないですか？それを孤独めっちゃ怖がってるよ。孤独ほど精神的に辛いことないな。なんかあった昔。家帰ったら奥さんがいてっていうのが本当に幸せだなって思ってて、こうじゃなかった時想像したら自分では耐えられないなって思っちゃったんですよ。はいはい。だからできるんだったら結婚するべきだなって思います。じゃあミリちゃむさんちょっと想像していただきたいんですけど、はいはいもしもなんですけども、もう40代の時に自分がパートナーいなかったらうんどう思いますか？別にいいんじゃないですかね。だからそのなんかうん。必要とされた方がいいみたいな感じのことを言ってたじゃないですか、うんそれって別に家族じゃなくて仕事でも言えることだし、うんなんかその全部を全部家族に当てはめすぎなのかなっていうのはすごい思いますね、偏見もあるかもしれないですけど、男としては自分一人のために頑張る仕事とかよりは誰かを守るための仕事とかの方が男に限るかもしれないですけどやりがい、そういうのは絶対上がるなとは思ってて、だったらそれを知らないのに言うのは違うなって思っちゃうんですよね。だから知らないから知らなくていいままなのよ。だから知ったらもっと幸せな道はあるよって思います。知らなくていいっていう別に、便利を知らなかったら不便はないですかそうら。知そうそうそう。らなくていいし我慢もしたくないっていう。ですね。知ってる人たちだけ得してていいんですか？友達のために何かしてあげたっていうこととかも、まあ、そんなにないかもしれない。先輩から教えられたことをこっちで返すんじゃなくて後輩にやってあげなさいっていうご馳走してタイプなんで、もらったら、そうちょっと違うなーって思いましたね。結婚する人ってみんな離婚するのを覚悟した上で結婚してないと思うんですよ。離婚後のことを考えてたら先には進めない。知らないことを正当化しないでほしいなとは思います。独身で一人でいる時間が長いと、はい。なんか考え方思考自体が他者を受け入れなくなってしまう